どうもこんにちは。最近自作あんまりやってなかったんですけども、ほら、ちょっと前に比べてグラボの金額がマシになったじゃないですか。で、なんか新しく PC 組んでもいいかなと思って色々見てたんですけども、で、ドスパラさんのページで BT を見てたんですけども、なんかちょっと高いなと。円安の影響か、かなり値段上がってんじゃないかなっていう感じがして、で、もしかしたらこれ、自作した方が安いんじゃないみたいな感じで。で、今ドスパラさんとかで BT を買うんだったら、自作とどっちが安くなるのかなみたいな感じで、ちょっと比較してみようかなと思いました。で、今回気になったのが、ドスパラさんのとりあえずゲームできるかなみたいなモデルのやつで、RTX3060Ti が入っているモデルです。で、こちらがドスパラさんで174,980円と。一昔前に比べるとやっぱり高いですよね。で、これを自作したらいくらぐらいになるのかなっていう比較と、で、もうちょっとパーツとかを考えて安くできる構成。で、あわよくば、なんかゴミみたいなパーツでも動く構成でめちゃくちゃ安くできないかと。なんかそういったプラン作っていきたいなと思います。それではまず今回選んだものは、ドスパラさんブランドのガレリアですね。基本構成は後で見ていくんですが、CPU が i5-13400F と、現在のインテルさんの第13世代のベストオブゲーミング PC のポジションに出る内蔵グラフィックなしの F モデルですね。そしてグラボが RTX3060Ti ということで、大体ゲーム動くだろうみたいな構成になってます。じゃあこのモデルを参考にしながら各パーツを自作で見積もってみましょう。この CPU はえぐいハイエンド GPU でなければ大きな0点しを生むことがなく、使わない内蔵 GPU も削除した常にコスパ最強ゲーミングキングの座を維持し続ける最新のモデルです。13世代の中のゲーミング CPU の中ではいっちゃんコスパいいものになります。ざっくりとゲームは i5-13400F 入れておけば大丈夫みたいな感じです。SSD が Gen 3 500GB だけ記載されています。電源は 650W ブロンズだけ記載。これメーカーによっては電源とかも詳細にメーカーが書かれたりとかするところもあるんですが、有名な BTO ショップであることを考えると、ドスパラさんそれほど親切に詳細が書いてあるということではないですね。しかしほとんどの BTO のお客さんはそんなこと気にしないっていう人が多いんじゃないでしょうか。それでは今回のこのざっくりとした仕様に合わせて、もしくはなければそれ以下にならないような構成で自作プランを考えていきたいと思います。そして最終的にこのドスパラさんよりもどれほど価格差があるのか見ていきましょう。自作をした方が安くなるのか、そしてあわよくばゴミみたいなパーツを突っ込んでも動くのであれば、なんかゴミ構成で安くできないかなとか、やっていきましょう。で、自作プランの見積もりにあたっては、各パーツの金額は現在の Amazon、価格 .com などで調べて、なるべく安い金額で見積もります。しかし、あまり聞いたことがないような販売店ではなく、大手の、例えばヨドバシとかソフマップとか、各 PC ショップパーツなどの販売価格のみを参考にしています。Amazon や他店での特別なセール価格は排除しています。まず、このドスパラさんの構成に合わせて自作をそのままやっちゃう普通のプランを考えてみましょう。まず CPU は i5-13400F ですが、現在では 28,000 ちょいで販売されています。第13世代の i5 CPU ラインナップの中で、これよりも下位に位置する i5 モデルは存在しませんので、i5-13400F が最低ラインになります。ドスパラさんはいつも余計なものは入れず、ちゃんと BTO の王道って感じ。そしてクーラーですが、ドスパラさんの BTO には空冷静音パック、満足コースと可愛いネームがついています。果たして一体どんな満足コースなんでしょうか。調べたところ、それなりのクーラーがついてるみたいな記事もあったんですが、最近の記事では情報ありませんでしたね。なんか 120mm のそれなりのファンがついてるとかなんとか。で、一体どんな満足コースなのかわかりません。しかし名前からして、大変満足させてくれると思いますので、こちらも満足できるくらいのクーラーは用意しておきましょう。あんまり高いの入れたくないんですが、適当に Amazon で見てたら上の方にオールテックの 130mm ファンのサイドフローがあったんで、これでいいか。特に今回はゲーム用の PC ということで、全てのコアを同時にフル活用することも少ないので、CPU の発熱はそれほど考えなくていいと思います。インテル CPU だいたい数例を入れてほしいものにはリテールクーラーは付属しません。空冷は初めからグリスが付属していないもの多いですので、適当に1000円で追加しておきます。自作するんだったら1本絶対持ってた方がいいですしね。
メモリは DDR4-3200 と記載がありましたので、これに合わせましょう。冷点子は CL16 が一番ベストかなと思います。この辺に興味がない方は、メモリを検索する際、3200の後ろに CL16 と置いて、同時に検索すればいいことだけ覚えておきましょう。例えば CL22 とかで値段が安いものもありますが、CL16 に比べゲームプレイ時のフレームが下がる可能性もありますので、現在はそんなに価格差もないと思うので、DDR4-3200 でスタンダードになっている CL16 を選ぶのがベストだと思います。これ一点注意なのは DDR5 とかになるとこの CL の数値が高くなってますが、これは DDR4 と DDR5 が変われば単純に比較することはできません。一応速度の計算式あるんですけど、ややこしいので覚えなくていいと思います。とりあえず超めんどくさいんで DDR4 の 3200CL16 のやつを探して買っておいてください。メモリに関しては極端にマイクロのチップ好んだりとかする人も多いみたいなんですけど、興味ない人は別にそれなりの聞いたことがあるメーカーでいいかなと思います。Amazon とかであんま歴史がなさそうな中小企業も増えてきましたから、そういうのに行くのであれば、例えばパトリオットとか A データとかが選べる範囲内でのめちゃ安いブランドなのかな。初めて自作する人はメモリモジュールは2枚で構成する方がいいとだけ覚えておきましょう。後々楽です。今回は Amazon でシリコンパワーのやつがありましたので、これをぶち込んでおいてください。さて、次は肝心のみんなが大好きなグラボです。ドスパラさんが入れているのは RTX3060Ti8GB モデルですね。同じもの検索してみましょう。ところで Amazon ではあんまりグラボ検索しない方がいいですね。異常に高い業者しかないので、価格 .com から検索したいですね。ざっと見て、一番値段が安くついてたのが、これまたドスパラ限定のモデルでパリッとですね。せっかくなんでドスパラ限定で合わせていきましょう。ということで6万円ちょっとですね。まだちょっと高い気がするよね。そして次は SSD。SSD もブランド名が表示されていませんので、適当にジェネレーション3のものを選びます。記憶紙オレンジでいいかな。ドスパラさん多分自社ブランドとして変な SSD 入れてますね。そして電源もブランド表記なしのブロンズって書かれてますね。なので適当に同じワット数の黒とシコをぶち込んでおきます。多分黒シコのこれヘック製かなと思います。今回の見積もりプランは、質はそんなに高くないけども、動くみたいな構成のものをチョイスしますので、この電源とか、ちょっといいやつ入れたいなっていう人は、後日また高品質モデルの、プランみたいなやつを、作っていきたいと思いますので、別の動画でお会いしましょう。そしてその他、ケースとか Windows の金額も適当に見積もっちゃいましょう。ケース多分、どうだろう ?8000 円ぐらいのクオリティのやつ買えば同じぐらいなのかな。たまたま Amazon でアンテックのやつあったんで、こちらの P5 かな。これを入れておきます。どうなんだろう。見た目かっこよさそうですよね。デザインもドスパラさんのような、そんな雰囲気が出てるような感じしてますね。アンテックさんなんで結構しっかり作られてるような感じも期待。そしてキーボードとマウスは付属していないみたいなので、自身でいい感じのやつを手に入れてください。できました。見積もり金額だいたい15万ちょっとぐらい。ということで、なんとやっぱり今 BTO でオーダーするよりも円安の影響か自作する方が安いんですかね。入れ忘れてるパーツとかないよね。ということで、もしこれが正しいのであれば、正しいよね。2万円ぐらい安くなってしまうということで、どうですか？ちょっとまた自作熱が湧き出てきますね。CPU からグラボまで同じ性能構成でやってますので、ゲームをするときも全く同じ快適度でプレイすることができます。でも2万円安い。BTO で頼むと、パラさんの1年間の保証がついてくるので、そこが強みではありますよね。自作をして2万円安くなったという、このプランが出たんですが、もうちょっと安くしたいですよね。もうちょっと、悪いことして安くしてみましょう。まず自作 PC で安く見積もるためには、PC の性能を少しダウングレードするか、品質をダウングレードするか、この2つのどちらかになります。まずは CPU とかグラボの性能が落とせるかどうか考えてみましょう。まず CPU ですが、i5-13400F から1つ下になると、前世代の i5-12400F が上がります。残念ながらコア数は減ってしまいますが、ゲーミングで重要なのはゲームのフレームが下がらないかどうかですよね。i5-12400F は未だゲームキングと言われるポジションにいます。なぜならコスパがいいからです。こ
これハイエンドの GPU とかでなければ、フルハイでプレイしてもミドルぐらいのグラボだと極めて 0.4 が小さい状態でプレイできる。つまりこの i5-1240F だけ突っ込んでおけば、とりあえずグラボ動くみたいな、かなりコスパのいいゲームキング CPU なんですね。12世代で i5 はそれぞれ下位に位置する E コアなしグループと上位の E コアありグループがあります。このドスパラさんに入っている 13400F は E コア採用のコア数モリモリ CPU グループなんですが、ゲームの場合はシングル性能が強く影響する場合が多いです。しかし i5-13400F と 12400F はさっき見たら4000くらいしか変わらなかったんで、ダウングレードする価値があるのかちょっと考えないといけないですね。まず CPU コアを見てみると10コア16スレッドから6コア12スレッドになりますので、マルチコアスレッドが大幅に低下してしまいます。でも減ってるのは E コアの小さいコアだけだからそこまでの減りではないんだけどね。しかし最大のクロックがそれほど大きな差がないため、もしかするとゲームでは頑張ってくれる可能性もあるんじゃないかな。つまりコア数は減ってるんですけども、ゲームではこんなマルチコアスレッドを一時処理に使うことはないので、もうちょっと頑張ってくれるんじゃないかと。E コアいらないんじゃないかと。そういう考えですね。ゲームで CPU の影響が大きく出るのがフル HD でプレイした場合です。そのフル HD ではおおよそ 7% の差が最大で出ています。最大というのは測定に使われているのが RTX 4090のウルトラハイエンドで計測されていますので、ミドルレンジのグラボでの差はこれよりももっと小さなものになると予想できます。つまり最大で 7% の 0.4 を生むことはできるのですが、それがミドルクラスになるともっと小さくなり 5% 以下とか 4% とかになると、別にどうでもいいかなレベルの差になると思います。はっきり言ってこの組み合わせなら RTX 3060Ti ではほぼ差はないレベルまでになるんじゃないかなと思います。以前から 12400F ってね、本当にコスパいいゲーム CPU として有名でしたよね。RTX30Ti の上下モデルの比較は最低でも 15% 以上の剥離があるので 5% では許容できる範囲になります。例えば 5% だと 100fps のものが 95fps ですからね。未だにゲームだけの用途だとミドルクラス GPU ではやはり 12400F がゲームキング CPU だと思います。しかし問題なのは価格差は今はそんなにないっていうことですね。3000円ちょっとの差なんですが、13400F には E コアのおまけコアがついてきます。このおまけを使いたい人は 13400F に行くべきでしょう。ゲーム以外のファイル変換や動画の書き出しに CPU を使ったり、そしてゲーム用途だとOBS を使って配信アプリを起動しながらゲームをしたりとかのマルチタスクを使う場合、そういったマルチ作業をしたい人はバックグラウンドで動いてくれる E コアがかなり有利になるんじゃないでしょうか。ゲーム単体で動かすんだったら 12400F、それ以外のアプリを同時に使うんだったら E コア付きの 13400F もありかなっていうそんな感じです。では逆に CPU を同じ 13400F に固定した状態で GPU を1個ダウングレードするという形を取るのはどうでしょうか。一つ下のクラスに RTX3060 の Ti なしモデルがあります。これもドスパラさん限定モデルがあったので、こちらで値段の比較をしましょう。もっと安いものもあったんですけどね、せっかくなんで合わせた方が比較しやすいですからね。13000円ぐらいとかなりの価格差でお得に見えますが、その代償はかなり大きいかもしれません。RTX3060 の方はメモリが 12GB になってなんともめんどくさい比較になってます。一見メモリが多いので有利になっているそんな気がしますが、実は3060の方のメモリはバス帯域が小さくなってますので、その分不利になります。その結果がきっちりとフレームに現れてきます。3D マークでもゲームのベンチマークでも点並み 20% 以上の差をつけられていますので、 RTX3060 にダウングレードするのはマジでダウングレードしすぎなんじゃないかなと思います。なので CPU をケチった方がいいですね。そしてマザーは12世代になったので B660 チップセットで安いものを選んでみました。ギガバイトの有名なスタンダードモデルなんですが、これもドスパラ限定ってなってますね。これにしときました。特に特徴もないマザーだと思います。CPU の性能を自制にしてるので、それ以上安くしたいのであればケースをダウングレードしてください。この H17 ってやつ見た目の割にね、めちゃくちゃ安いですね。これ入れときましょう。で、見積もり合計さらに15000円ほど安くすることができました。いやー素晴らしい。さらに安くなりましたね。CPU ちょっと落ちてるんですけども、そんなに 0.4 読むことなく、で、オリジナルのドスパラさんのものから価格差を考えてみれば、35000円以上安いんですか？12400F 入れとけばゲームのフレームもそんな大して差がないでしょうと。5% とか下がったとしても、ほぼ
この金額だったら OK なんじゃないでしょうか。で CPU のマルチコア性能が大幅に、イーコアがない分ね、低下する場合があるっていうのが一つ犠牲になっているポイントです。ということで、単にゲームをしたいんであれば、価格差が35,000円もあれば正直このプランの方がいいんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。さて、何々まだこの金額でも予算足りないのか。困ったね。それではさらに安く構成したい人のために、ゴミパーツでもいいから詰め込んでみましょう。先ほど安いプランでは、ほぼフレーム低下がないと予想できますので、次はもう少し性能ダウンも考慮に入れながら、ゴミプランを考えてみましょう。ゴミプランと、ちょっと大出さんに言ってるんですけども、これから先のプランには、パソコンの品質の低下も伴う場合がありますので、皆さんにお勧めできるものではありません。ちょっと自己責任っていう感じではありますので、はい、ネタとして見ていただければと思います。で、GPU を下げるのがかなり難しいとね、いうことが分かりましたので、CPU もう一つ下げれないか、一つ下ってなると i3-12100 がありますが、インテルじゃなくて AMD も同じ価格帯で探してみると i3-12100 は Ryzen 5500に相当しますよね。Ryzen 5 5500は i5-12400F と同じ6コア12スレッドなので、ある程度のマルチコア性能を12100に比べて維持することも可能になってます。しかしこの Ryzen 5 5500一見ネーミングがかっこいいのですが、実は一つ上の Ryzen 5 5600とは似て非なるものです。大きな隔たりがあります。というのも、この5500はもともと後ろに G がついていたモデルのグラフィック性能をオフにしたバージョンで、古いアーキテクチャをそのまま5000番台のレギュラーモデルに持ってきたという訳ありモデルではあります。確か当時、記憶では AMD の5000番台がね、出たばっかりの時は、下位モデルをね、充実させるのに非常に時間がかかってましたので、このような方法が取られたと記憶しています。しかし重要なのは、ゲーミング性能において、この12100とどれほどの差が出るかですね。で、確かに5500の方がコア数が多いのですが、シングルスレッドはどうやら12100の方が結構伸びてますね。ここから考えると、おそらくゲームのフレームも 12100F の方が有利になる可能性が高いです。当時この 12100F vs5500 の戦いは AM4 マザーの方が金額が安かったため好まれた傾向もありました。しかし現在ではインテルも下位チップセットのマザーボードを充実してますので、それほどの金額はないんでしょうか。で、この2つの CPU は時期によって結構戦いが難しいというか、ダース・ベイダーみたいな人が以前12100の方が確実にいいよって言ってましたが、確かにそうだったんですが、最近この5500がかなり金額が落ち着いてきている。半年以上前には価格差があったので 12100F の方が有利でしたが、現在では Ryzen 5 5500もかなり価格差があって同じぐらいになってますので、そう考えればフレームはそんなには変わらない。ちょっと 12100F の方が高いのかな。でもほぼ変わんないぐらいのタイトルが多いので、そう考えれば確実にマルチコアスレッドが速いという有利なポイントがある Ryzen 5 5500の方が現在は買いではないでしょうか。難しいですけどね。ただ確実に CPU はね、ドスパラさんの初めから入ってた 13400F からミドルレンジでもちょっとね、低下しちゃうと思いますので、ただ金額で、どうかなって感じだね。金額はかなりね、15000円ちょっとということで、かなり安くすることができますからね。そして 12400F から比べてもめちゃくちゃフレームが下がるというわけではないとは思います。確実に言えるのは GPU を一段階下に行くその差があまりにも激しすぎるので、そこを取るんだったら確実に CPU をこういった i3 とか Ryzen 5に行っちゃう方がいいかなというそんな考え方ですね。そしてゴミプランなんで最低ランクの A シリーズチップセットのマザーにしましょう。チップセットのランクが下がると、各ソケットの速度や USB の数減ったりしますが、ゲーミング PC ではゲーム目的であればね、ゲームさえできれば、基本構成をね、少なくできるということで、AMD の A チップセットは、A320 と A520 ですね。一応 A320 でも、5500は
BIOS アップデートで動かすことは可能だと思いますが、必ず CPU のサポート表とか見てくださいね。あと、新規に作るってなると多分 CPU なんか乗ってる状態じゃないと BIOS アップグレードできなかったりとかするので、ちょっとそういう危ない橋を渡りたくない人は、初めからもう確実にね、アップデートされているものを買ってください。A シリーズのチップセットにすると SSD が PCI Express 3.0、そして PCI Express の連数とかも必要ないのでね、適当な、例えばこのプライムA320 の BIOS をあれて使うプランを考えてみると、対応表では6042で Ryzen 5 5500は OK になってますね。ただこういったものはレビュー見れば案の定星1とか、どうやら M.2 SSD を使えば SATA ポートが2つ無効になるらしいみたいな、こういうのよくありますよね。で、マザーは初めから BIOS 上がってるやつも売ってますので、それを買えば BIOS アップデートはいらないので楽ですね。BIOS がアップデートされたかどうかのリビジョンはだいたい箱に書いてます。ただ注意なのは5500は5000番台の中でも後から出てきたモデルなので Ryzen 5000ファミリー OK って書いてるやつでもこの5500だって対応してないみたいなものもありますのでちょっとめんどくさいですね。なんか5800は対応してるけども5500は動かないみたいなものもあると思います。そして SSD でももうちょっとせこいことをしていきましょう。ドスパラさんのオリジナルモデルでも SSD は 500GB が1本です。最近のゲームでは 500GB の C ドライブだけ借りるわけがなく、ゲーム用の SSD を追加することが前提になっているでしょう。そう考えれば C ドライブに2頃でもいいんじゃねみたいな理論が成立するかもしれない。シリコンパワーの2頃をぶち込んでください。はい。2.5 インチです。そんなことは関係ありません。体感もそんなに変わんないと思います。ゲームの起動は追加の SSD を NVMe で向かって早くしてください。そして電源ですね。RTX 3060Ti の推奨は 600W ですので、限界を攻めてみましょう。グラさんの 600W スタンダードでいいでしょう。なぜならゴミプランだからです。なんとこれだけ頑張ってさらに15000円以上お得になりました。もしかするとメルカリとかに出てるゲーミング PC はこんな感じかもしれませんよ。今日見積もった感じでは、47000ちょっと。オリジナルから安くなりました。CPU のマルチコア性能は大幅に低下しますので、ここが一つポイント。ただし C ドライブが減ってますので、追加の SSD を予定した人のみが検討できるプランです。さて、今回はドスパラさんのモデルを使って自作プランを見積もってみました。安いプランとゴミプランを作ってみました。できればゴミプランまでは行きたくないですよね。で、次回は同じモデルを参考にしながら逆アップグレードする高品質とか高性能プランを作ってみようかなと思います。でも BTO の一番いいところはやっぱりメーカーさんが保証してくれるっていうところなのでね、1年間保証がついてますからね。ということで、ポイントは、その GPU を同じ状態で CPU をどこまでダウングレードで攻めれるかっていうのが一つポイントと、で、今回、ゴミプランで BIOS アップデートとか言ってましたけど、マジでこれしんどいので、特に初めて自作する人は BIOS アップデート絶対やらない方がいいと思いますので、あんまりゴミプランは参考にしないようにお願いします。でも久しぶりに見積もってみて、自作の方が安いっていう、一昔前に比べて逆転現象が起きているので、すごい不思議な感じですね。でもパソコン自作好きな人からしてみれば、すごい楽しいですよね。ということで今回はドスパラさんの BTO パソコンを使って自作のプランを見積もってみました。そうそう、最近自作あんまりやってなかったんで、ちょっとブランクもあるんで、どっちかっていうとこういうパーツとかの方がいいんじゃないかみたいなアドバイスがあれば教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。